はい、こんにちは。カムル研究会の西尾です。今回のテーマは、カムル入門その6、学校で習う脳卒中肩巻きの理解を見直すというテーマでお話ししたいと思います。学校で習う肩巻きの理解は、ジャクソンの階層型理論1932年が基本になっています。中枢神経系は異なる働きのレベルの階層からなり、上位レベルが下位レベルを制御、統制していると仮定されています。例えば上位レベルは前頭前野などで高度な認知機能や意識的行動を司るとされています。中位レベルは大脳皮質の中枢などで基本的な感覚や運動の調整や協調運動などを司ります。そして下位レベルは脳幹から脊髄の部位で原始的な脳機能や基本的な運動機能、反射行動を司ると言われています。このように中枢神経系は機能的に階層型の構造をしていると仮定されています。脳が障害され、上位の脳細胞が壊れると、陰性兆候、すなわち正常で見られる機能が低下消失する現象が見られます。例えば、高次脳機能が低下し、弛緩性麻痺、筋力低下、それから立ち直りなどの姿勢反応や随意性の低下、消失が見られます。また、上位中枢による下位への制御が失われて、下位中枢の働きが解放され、陽性兆候、つまり正常では見られない下位中枢の解放現象が出現するとされています。例えば、身長反射や原子反射の優位な出現や更新、形成麻痺や筋の硬さが出現すると説明されるわけです。ただし、これらのアイデアは全て仮説に過ぎません。理論というのは説明のアイデアに過ぎないのです。理論の役割は、ある現象や問題の説明、仮説を提出することです。そしてその現象の理解や問題解決方法を生み出すのに役立つことです。アイデアに過ぎないので、これを真実と受け取るのは過ちです。私たち理論の受け手に求められるのは、この仮説による理解やアプローチに価値があるかどうかを判断することです。例えば、証明や批判を通してです。もし間違いがあると思えば、批判修正を行い、現象をもっとうまく説明する新しい仮説を提案することも大事です。ジャクソンの階層型理論によると、脳性運動障害後に見られる現象は、上位脳の細胞が壊れて機能が失われる陰性兆候と、下位の機能が解放される陽性兆候だけから説明されます。つまり、階層型理論の特徴は、脳性運動障害後の現象すべてが中枢神経系の働きだけで説明されるところにあります。例えば、筋の硬さという陽性兆候は形成麻痺、つまり身長反射の更新現象と説明されてきたのです。でも実際に現場で見ると、中枢神経系以外の要素も影響していることに気がつきます。例えば現場で筋の硬さや過緊張の現象を見ると、活動感や力感のない硬さがよく見られます。それで筋繊維の変性などによる拘縮そのものと思ってしまいがちです。しかし、入浴して温めると可動域が広がります。やはり収縮していたらしいと気がつきます。つまり身長反射などによらない筋肉の硬さがあるわけです。これは筋の粘弾性変化による硬さだろうと思われます。さらに入浴後に筋の硬さが緩むとクローヌスが見られることもあります。どうも筋肉の粘弾性変化による可動域低下でクローヌスが抑えられていたと考えられます。このように脳性運動障害の現象は中枢神経系だけでは説明できないのです。実際に筋の張力が発生しているのに筋電図活動がないという報告もされています。リーツラーは脳性麻痺児と成人肩麻痺患者さんで、バーガーらも成人肩麻痺患者さんらを対象に線足歩行中の硬い三頭筋の筋電図を取りました。彼らは皆線足歩行をしていますが、側関節の可動域はあります。つまり線足位の拘縮ではないということです。
そして線速歩行中の硬い三頭筋には筋電図活動があまり見られないのに、有脚器、立脚器の線速位は保持されたままであったと報告しています。それで脳性運動障害後の筋の硬さ、スティフネスは、神経筋活動要素があまり存在しておらず、年代性の変化による硬さが存在している可能性があるわけです。一つの仮説として、キャッチ収縮があります。キャッチ収縮とは、もともとは二枚貝の平滑筋に見られる現象で、通常カルシウム濃度が上がると、ミオシンとアクチンが滑り込み、筋の収縮が起こります。そしてカルシウム濃度が下がると筋の収縮が解けますが、ある一連のタンパク群の影響でカルシウム濃度が下がっても収縮形態を維持します。これがキャッチ収縮です。キャッチ収縮には2つの特徴があります。1つはエネルギー消費がほぼないということ。2つ目は電気活動が伴わない。つまり筋電図でモニターできないということです。また、タンパクによる減少などで、入浴などで温度が上がるとキャッチ収縮は解けます。実際、入浴後に筋が柔らかくなりますし、先ほどの研究で筋電活動が見られないのもこの説明が当てはまりますよね。そしてこの一連のタンパク群と同様のものが骨格動物の黄門筋にも存在することが報告されています。では、カムルでは脳性運動障害のこれらの現象をどう説明するか、カムルの仮説を説明したいと思います。まず、カムルの視点では、人の運動システムには自律性という作動の特徴があると考えています。どんなものかというと、人の運動システムは、人にとって必要な運動課題を自律的に達成しようとするし、もし課題達成に問題が起きると、自律的に問題解決を図って課題を達成するという特徴です。例えば、腓骨神経麻痺があると、下垂足が起きて、つま先が床に引っかかって危ないので、径歩という歩行スキルが生まれて問題解決をします。腰椎ヘルニアがあると、動くと痛いので体幹を固く固めて、体全体で動くという問題解決を図ります。失調症では、歩角を広げて立ち、基底面を広くして、バランスを保ちやすくするという問題解決を図りますよね。エトセトラ、エトセトラ。ともかくそういった問題解決の例はたくさんあります。人の運動システムには、できる範囲で自律的に問題解決を図るという特徴があるということです。それで、この視点で脳卒中肩麻痺患者さんを見てみます。例えば、救急車で運ばれてきた肩麻痺患者さんを見ていると、こんな場面によく出くわします。患者さんがベッドの真ん中に寝ていて、健足の手で手すりをしっかり握って、誰かが体を引っ張る、ベッドから落ちる、助けてくれ、なんて叫ばれることがあります。仮説としては、脳性運動障害の使用症状は弛緩性麻痺であるということです。弛緩状態は可動性のある骨格が水の袋に入ったようなものです。重力に押されて安定するまで広がろうとして、健足の体を引っ張っていると考えます。ちょうど水の入ったプラスチック袋をテーブルの上に置くと、安定するまで広がろうとしますね。それと同じです。つまり、この患者さんの観測の上肢と下肢は弛緩状態になっているわけです。水の袋のようなものです。それで重力に押されて広がろうとするわけです。それによって、健足の体を観測に引っ張っているのではないか。だからこんな現象が見られるのだろうと考えます。そして実際、このままの弛緩状態では動けないので、運動システムは動くために弛緩部分を硬くするという自律的な問題解決を図るようになります。カムルではこれを外骨格系問題解決と呼んでいます。外骨格系問題解決の作動は、身長反射や原子反射の更新、キャッチ収縮などで行われます。そうすると、弛緩部分が硬くなってきます。硬くなると、指示や重心移動が可能になって動けるようになります。最初は有効などで繰り返されます。しかし、外骨格系問題解決は、
神経による筋収縮システムとは違って、あり合わせの問題解決なので抑制が効きません。次第に過度に繰り返され、硬くなって動きにくくなります。その結果、運動範囲の強小化、運動速度の低下、動かそうとするが抵抗のために努力が必要、発熱、発汗などの問題が徐々に強くなってきます。さらに、度を越して硬くなりすぎて、不快感や痛み、無動などの状態になります。このように、問題解決の作動が新たな問題を生じるわけです。カムルでは、最初は問題解決だが、過剰に繰り返されて新たな問題を生み出すような問題解決を偽解決と呼んでいます。この場合は、動くために弛緩部分を硬くしたのに、硬くなりすぎたわけですね。それでは、外骨格系問題解決のメカニズムについて説明します。弛緩状態の体を硬くするために、まず神経要素としては、身長反射の更新や原子反射の優位な出現になるように、脊髄レベルでの抑制を外します。その結果、これらが更新するわけです。また、軟部組織の要素では、キャッチ収縮という筋固有の収縮メカニズムが強められていきます。加えて、長時間の固定で、これに萎縮、癒着なども加わっているかもしれません。ジャクソンの理論では、陽性兆候は症状であると考えます。でもカムルでは、陽性兆候は症状ではなく、自律的問題解決の作動の結果であると考えます。さらに問題解決の作動が過剰に繰り返され、偽解決状態になっているのです。はい。まとめです。塊患者に見られる現象についてのカムルの仮説は以下の通りです。まず従来、陰性兆候と呼ばれた弛緩性麻痺が脳性運動障害の主な症状です。上位脳機能の低下、消失です。つまり、高次脳機能の低下、消失や弛緩性麻痺による筋力低下や姿勢反応、随意性の低下などが本来の症状なのです。ただし、それでは動けないので、運動システムの自律的問題解決の現象が現れてきます。筋の硬さや身長反射の更新などは、従来陽性兆候と呼ばれ、症状とされたものですが、カムルでは外骨格系という問題解決がスタートしたと考えています。この結果、観測可視での指示や重心移動が可能になって動けるようになります。その反面、可動域や柔軟性低下、運動範囲や運動速度の低下、動くのに過剰な努力が必要になってきます。さらに、自律的問題解決が過度に繰り返される偽解決によって、新たな現象が出てきます。例えば、運動範囲の極端な減少で動けなくなるとか、発熱や不快感、痛みといったものが加わってくるわけです。脳性運動障害の減少は、ジャクソンの理論では陰性兆候や陽性兆候のように中枢神経系だけで説明されました。一方、カムルでは3種類の原因によると考えています。1つ目は本来の症状である高次脳機能の低下や弛緩性麻痺などです。それに加えて2つ目の弛緩状態に対する自律的問題解決、つまり外骨格系問題解決が次の現象を起こすのです。さらに3つ目は外骨格系問題解決の過度の繰り返しによる偽解決状態が起きて、3種の異なった現象の混合状態が生まれ、複雑な様相を呈するのだと考えています。カムルの視点では、学校で習ったものとは全く違う脳性運動障害の理解が生まれるわけです。当然、アプローチも変わってきます。例えば、偽解決状態の解消をしたら良いのではないかということですね。これだけでも試す価値が大いにあります。詳しくはカムル講習会で説明します。それでは、さよなら。